時は1656年。あなたの体は猛烈な寒気に襲われ、頭がガンガンし、筋肉に力が入らず起き上がれず、まるで腐った片ゆで卵が首や脇の下から出てくるような感覚を覚えます。熱にうなされる中、奇妙な男が近づいてきます。顔は鳥のくちばしのようなマスクに隠され、体も頭からつま先まで覆われています。男はあなたを診察しますが、顔を見なくても病名はもうわかります。ペストです。人類史上恐ろしく壊滅的な病気です。アフリカ・ヨーロッパ両大陸の広範囲に起こった3度のパンデミックは6世紀に始まり、14世紀と19世紀にも別個に発生し、数千万人の命が奪われ、生存率は高く見積もっても4割ほどしかありませんでした。くちばしマスクと魔術師のような衣装のヨーロッパのペスト医は、現在でもペストと聞くと多くが思い浮かべるイメージです。黒死病として知られる14世紀の大流行に関する本や映画にもその姿は頻繁に登場します。唯一の問題はそれがルイ14世時代のベルサイユ宮殿に現代の外科医がいるくらい見当違いなのです。ただ勘違いするのも無理はありません。黒死病には何度も余波があり、中でも17世紀の西ヨーロッパでは壊滅的な流行が何度も発生しました。特徴的なペスト医が実際に現れたのはこの頃です。17世紀の初頭に初めて文献に登場し、水晶製の目とくちばし付きの頭巾という姿でした。くちばしには刺激性の香草と化合物を配合したものが詰められ、中身はシナモン、胡椒、テレピン乳、加熱した銅、毒蛇の粉末などでした。製法は2世紀のギリシャ・ローマ時代の高名な医者ガレノスにヒントを得て、瘴気つまり毒気を防ぐと考えられました。人々はこの毒気が沼地や枯れた植物や動物の死骸などの腐敗物から派生してペストを広めると信じていました。数世紀前の医者はヨーロッパ中を同様の配合物が入った金属製のポマンダーを携帯し、くちばしは両手を開けるために発達したとも考えられます。後の衣装は油を引いた革のローブとブーツと手袋で、初期の防護服のような機能で毛穴から瘴気が入るのを防ぐために作られました。これはペストが場所から場所へと広がるという理解があったことを示しています。ただ医者たちが知らなかったのは、ほとんどの場合人や動物の間でペスト菌を媒介した真犯人が小さなノミだったことです。ペスト医の衣装が結果的にノミの被害を防いだ可能性はあります。しかしペスト衣装の医者が普通の服装の医者よりも無事だったかは残った資料が少なく分かりません。この奇妙な衣装が17世紀と18世紀初めのイタリアとフランスの限られた地域のみで使われたにもかかわらず、人々の想像力をかきたてたのは不思議ではありません。当時でさえこの衣装は不気味がられて、一部の医者の役立たずで堕落した診療をからかう手段に使われたりしました。20世紀までペストには有効な治療法がありませんでした。しかし衣装はどうあれ、医者たちの模索は続き、先輩たちの治療法を参考にして瘴気を防ぐためのことは何でも行い、さまざまな調剤や解毒剤を処方しました。前時代的な医術にも頼り、例えば毒素を除去したり、体の自然なバランスを取り戻すために、時には大量に血を抜く遮血という施術や、温めたグラスを腫れたリンパ節に押し当てて早期に潰そうとする嗅覚法という施術も用いられました。リンパ節が自然に潰れることは回復基調の表れだったからです。また最も苦痛を伴う手法として、焼灼法、赤く熱した皮下希望をリンパ節に突き刺して焦げた膿を取り出す方法もありました。時代は大きく変わり、現代医学が細菌やウイルスの脅威を素早く割り出して効果的に対策を講じる手段を提供しています。利用できるテクノロジーも検査キットや呼吸器系ウイルスの飛散防止用マスクやワクチンがあり、その安全性と効果を確保する厳格な臨床試験も行われています。しかし変わらないものもあります。
助けと慰めが必要な人々のために見えない敵と命がけで戦う医療関係者の勇気と思いやりに私たちは今も頼っているのです。テッド・エドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。